こんにちは、斉藤直樹です。今回は、干される絵師の5つの特徴。ということで、ちょっと怖い話題ですね。業界内で長くいるとね、あの人干されたらしいよ。みたいなこととか、あとはね、心配になった本人からも、なんか自分、最近ちょっと干されてるみたいなんですけど、みたいな質問を受けることがあるんですね。関連した質問が来ております。メガオさん、20代の方からの質問ですね。斉藤直樹先生、はじめまして。今年からイラストレーターになりました。メガオと申します。いつも楽しく、ためになる動画をありがとうございます。早速ですが、質問がございます。それはイラスト業界における暗黙のルールやタブーについてです。私はちょうど5年前、直樹先生に憧れて本格的にこの業界を目指し、ついに今年からイラストレーターになることができました。おめでとうございます。しかし、専門学校を卒業後、すぐにイラストレーターになってしまったがゆえに、この業界や社会について知らないことが多いです。そのため、知らず知らずのうちに、この業界特有の禁忌に触れてしまっていたり、干されてしまっていたり、阻害されることをとても恐ろしく感じています。他にも、クライアント様や同業者の方々などに、無礼を働いてしまっていて、悪評が広がり、仕事を取れなくなってしまうことも恐ろしいです。とてもデリケートな質問になってしまいましたが、イラスト業界の大先輩である直樹先生にご教授いただけましたら幸いです。また何かの縁があり、お仕事でご一緒することがありましたら、その際はよろしくお願いします。斉藤直樹先生のさらなるご活躍をお祈り申し上げております。とのことです。はい。メガオさん、ご質問ありがとうございます。まず最初にすごく不安がっているメガオさんにお伝えしたいのはですね、そこまで不安がらなくても大丈夫だよっていうことですね。業界特有のタブーみたいなのは、僕が業界が長いからこそ、ちょっと感じなくなってしまっている可能性はあるにはあるんですが、そういったことは特別にはないように思います。どっちかっていうとですね、イラストレーターだからこそっていうよりも、社会人として、人としてしっかりしていれば、変にね、業界を締め出される、みたいなことはないと思いますので、そこはね、安心してくださいね。ただですね、そうは言っても不安だと思います。何か具体的に、これをやったら干される、みたいなね、事例を具体的に知れた方が、逆にその NG な行動を避けられて、今後の指針になり、逆にね、安心していただけると思いますので、今日はそこのところ、紹介していこうと思います。今回の動画を見ていただければ、これをやっちゃったら業界を干されちゃうかもという NG な行動を知っていただけて、絵師として安心して活動できるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。連絡が遅い、つかない、締め切りを守らない。まず最初に紹介したいのは、おそらく一番干される原因になるトップ1の最大の理由ですね。それは連絡がつかない、遅い、そして締め切りを守らないことです。作品自体の問題じゃなくて、そこなんだって意外に思う人もいるかもしれませんが、はい。間違いなくそうです。はい。例えばですね、作品がちょっとだけ微妙なんだけど、連絡は超こまめな A さんと、作品はとってもいいんだけど、連絡が全く返ってこない B さんがいたら、おそらく高確率で A さんの方に仕事をお願いしたいって思う依頼者が多いくらいかもしれません。なぜかというと、イラストの仕事って往々にして、なんて言ったらいいんだろうな。必要なパーツを埋めるような仕事です。あくまでもね、イラストがその企画の中心にあるわけじゃないんです。ほとんどの場合はね、添え物のような、そういう立ち位置なんですね。イラストレーターとしてこれを言うのはちょっと心苦しいんですが、例えばね、カードゲームの場合には、カードの機能や能力が本体だとしたら、その能力を分かりやすく可視化すること、添え物としての役割をイラストは担っています。ビデオゲームのようなね、プレイヤブルなゲームだとしても、キャラクターイラストっていうのは、やはりね、ゲームを円滑に進めるためだったり、ゲームに愛着を持ってもらうための一つの仕掛けにしか過ぎません。もちろんね、クリエイター本人としては、その役割を超えて、キャラクターイラストこそがメインの立ち位置になれるぐらい、愛着を持ってもらえるぐらい頑張って描くのですが、ここで大事なのは、仕事を発注してくれる人と、クリエイターとの間には、確実にそこに温度感の差があるって思っておいた方がいいってことです。仮にね、イラストがもう最重要みたいな世界観だとしたら、もしかしたらね、そういうクオリティ重視な態度も許されるのかもしれませんが、実際はそうじゃない場合の方が多いってことですね。クリエイターってですね、良くも悪しくも、クリエイター気質っていうのかな。平たく言うと、俺は私生活はだらしないし、常識もないけど、作品はいいもの描くよ。そういう姿勢が美徳だと思っている人結構いるんですよ。もちろんね、そのだらしなさがある程度あったとしても、それ以上の経済効果を生んじゃうクリエイターは、その態度で許されるのかもしれませんが、僕が知る限りですね、そんな人は一人か二人、いるかいないかぐらいです。クリエイター自身はね、多少連絡を滞らせても、作品に集中していいものをあげさえすれば、相手は喜んでくれると思い込んでいたとしても、でもね、発注側はそう思っていないことの方が多いんですね。もうなんならね、もう間に合わせでも何でもいいから、ちゃんと期日まで上げてくれよってね、発注
注側は、この企画のメインはあくまでコンテンツ自体であって、イラストじゃない。だから、クオリティは完璧じゃなくていいから、ちゃんと期日まで間に合わせてくれるかどうか、その安心感を得られるかどうかが一番最重要だって考えているパターンがありますので、そういう場合にはね、連絡が遅い、連絡がつかないっていうのは、発注者側からしたらもうたまったもんじゃありません。もしね、クリエイター側が自分の立ち位置を見誤って、俺はアーティストだから多少連絡が滞っても許される。メール返さずにクオリティ上げちゃおうとか思っていたら要注意です。あ、この人もう次から仕事をお願いしないってね、干される対象に真っ先になると思います。まあでもね、経験上仕事ができて作品がいい人ほど連絡は超早いです。なぜかというと、そもそも売れてる人って連絡をね、そんなに貯めておけるほど暇人じゃないんですよ。だから来たメールは速攻で打ち返しますし、自分自身がね、それができないと思ったら、それ専用に人を雇います。だからね、売れてる人ほど連絡が早いんですね。逆に連絡が遅い人っていうのは、その対応はね、しなくていいぐらい暇で、連絡を貯めておけるぐらい、相手に影響力がない人っていうことなので、自分は連絡が遅くても許されてるけどね、とかって思っている人がいたとしたら、その人はね、すでにもうオワコン化仕掛けているというか、徐々に業界の隅っこに追いやられている最中だと思います。修正依頼に応じない。不満を表に出す。はい。ちょっとね、長くなってしまったので、ここからはサクサクいきましょう。2番目に紹介する干される理由は、一言で言うと言葉が通じない人ですね。ですね、これ別に言語そのものというわけじゃありません。仕事発注してみたら、相手がスワヒリ語だった、みたいなそういうことじゃなくて、要するに修正依頼になかなか応じてくれない。応じたとしても、それを不満として表に出してくる人ですね。はい。なんでこれがアウトなのかというと、単純に言えばコストの問題です。修正依頼っていうのは、何もね、依頼者が気まぐれでやっていることじゃありません。このイラストはこの要件を満たしていないと商品として表に出すわけにはいかないから、絶対にここはこういう風に修正してこの機能を持たせなければいけないっていう理由でリテイクを出します。だってリテイクを出したらそれだけでお金かかるんですよ。リテイクだってただじゃありません。実際にね、クリエイター側にリテイク費を請求されることもありますし、それがなかったとしてもリテイクに対応している人の人件費の問題もあります。修正依頼をかけてね、あ、わかりました。そのように修正しますね。って心よく応じてくれる場合には別に発注者も困らないんですが、ここでね、なんやかんやごねてね、こういう理由で修正したくない。いや、こうあるべきだ。と言い出す人がいたとしたら、それを説得するための時間にもコストがかかります。いやもしね、ここで発注者も認識できていなかった問題に気づけるんだとしたら、その時間は有効なんですが、大抵の場合はね、この時間は無駄です。こういう理由で、ここはこのままにすべきだと思うんですけど、って主張するクリエイターに対して、あ、なるほどですね。って苦笑いで対応しているその笑顔の裏に、いや、んなことは分かってんだけどね。でもその上で修正してほしいって言ってんだよ、こっちは。ってね、こう、我慢してくれている場合がほとんどなんですね。もうこの時間はね、発注者側からしたら、お金をドブに捨てているような感覚かもしれません。さらにね、不満を態度に出しちゃっているんだとしたら、その時間の無駄の上に、精神的苦痛もプラスされますので、さらに仕事を頼みにくくなりますよね。はい。当たり前です。SNS や公開の場でトラブルを暴露。3つ目の業界を干される理由は、これはですね、SNS 社会においては非常に重要なことだと思います。SNS や公開の場でトラブルを暴露する。ですね。これはですね、いくら正しい理由が自分にあったとしても、SNS 上で取引先に対して何らかの不満をぶちまけるのは、少なくとも仕事相手としてはよく思われない可能性があります。こっちに正当性があって、相手が 100% 悪い場合だったら、それは例外でしょ？言ってもいいよねって思う人もいるかもしれませんが、おそらくあなたに 100% 正しい理由があるんだとしたら、その場はあなたにとって都合のいい結果になるかもしれません。この会社はひどい！適切に対応しろと、それを見た多くの人によって、その人の正当性自体は認められるかもしれませんし、会社側もね、そんなあなたに対して丁寧に接してくれるかもしれません。はい。ただですね、SNS の怖いところは、大勢がその一部始終を見ているところにあります。今の事例だとしたら、何もね、SNS 上で暴露しなくてもよかったわけです。直接ね、その会社に申し入れをして、対応してもらえば、問題自体は解決したかもしれません。でもね、それをわざわざ SNS 上に上げて、多くの人に問題
を晒して、その会社に対して制裁を加えようとする行動をこの人はしたわけです。で、その一部始終、当然ですね、他の会社の発注担当者も見てます。それを見ていた発注者はどう思うでしょうか？この人、正当性が認められて本当に良かったね。ではありません。あ、この人ってなんか問題があったら、すぐに SNS 上にそれを晒し上げて、取引相手を攻撃しようとするような人なんだ。契約周りってどうなってんのかな？この行為自体契約に違反してんじゃないの？ひょっとしたら契約を守れないような人なの？かなりリスキーな人だな。うちはこの人に仕事を頼まないように、全社に共有しとこう。です。はい。いくらね、クリエイターに正当性があっても、SNS でそれを晒し上げるような行為は、そういった意味でリスクしかありません。もし何らかの過失が会社側にあるんだとしたら、それはメールか電話で会社側に申し立てればいいですし、それでね、適切に対応してくれないんだとしたら、法に訴えかけるという手もあります。少なくとも界隈でね、干されるか干されないかを気にするんであれば、こういったね、SNS の立ち回りについては認識しておく必要があると思います。業界内での悪評や噂が立つ。はい。これはですね、結構総合的なことになるかもしれませんが、4つ目、業界内で悪評や噂が立つです。皆さんが思うよりですね、日本のクリエイティブ業界、特にイラストレーターを取り巻く界隈は狭いです。違う現場で出会った人が何年か越しに違う現場でばったり会う。なんていうことは結構頻繁にあります。この前ですね、僕もとある会社で偶然関わった 3D モデラーの方と話していたら、斉藤さん、実は10年前、別のプロジェクトで斉藤さんがデザインされたあの帽子のキャラクター、モデリングしたの僕なんですよ。また仕事ここで一緒ですね。いや、偶然ってあるんですね。なんて話になったことがあります。もちろんこれだけじゃなくて、あっちの会社で会った人がこっちの会社で、こっちの会社で会った人がまた違う会社で関わるようになるなんて、本当にね、たくさんあるんです。あの人めっちゃ締め切り破るらしいよ。あの人すごく腕はいいけど、SNS でずっと文句ばっか言ってるよね。あの人、リテイクにものすごく噛みついてくるんだよね。こういうの、おそらく業界内でめっちゃ共有されてますし、なんならね、これは確信は持てないんですが、リスト化して回っていすらするんじゃないですかね。そのぐらい業界内は狭いですので、恥はかき捨てなんて言って、現場を移れば安心とか思っている人がいたとしたら、それはね、大間違いです。そこにはね、気をつけた方がいいと思います。売れた後の変化で信頼を失う。おそらくこれは僕も含めて、ベテラン勢こそがね、気をつけるべきことだと思うので、最後に自戒を込めて盛り込ませていただきました。やっぱりですね、売れた後の変化で信頼を損なうっていうのも、業界を干される原因としては、たくさんあるんじゃないかと思います。これはですね、実際の事例を見聞きしたことがあるわけじゃないんですが、どうしても業界内に長くいると、自分はこの業界のことを結構知っている、完璧に把握しているっていう、なんかちょっとこう、おごりみたいなことが出てくることもあると思うんです。そのせいでですね、売れる前はあんなに低姿勢だったのに、人気が出た途端に対応が雑になる、返信が遅くなる、上から目線になるっていうのは、業界あるあるの現熱ポイントだと想像するんですね。で、そうあなたが判断された場合、この人もっともっと面倒になっていくんだろうな。いや、今のうちに関係切っとくか。って判断されることもおそらくあると思います。あとはね、これ別の問題として、実際は自分の態度にはあんまり変化がなかったとしても、売れてからは周りの視線が厳しくなるっていうこともあると思うんですね。これはですね、クリエイターというよりかは、芸能人とかの人によく聞くことなんですが、あの人テレビで見るとあんなにいい人そうなのに、実際この前楽屋で会って挨拶したら、なんかめっちゃ態度悪かったよ。とかって、そういうこと聞くこともあるんですよね。本当にね、実生活では態度が悪い人なのかもしれませんが、でも実際はわからないじゃないですか。たまたまその時疲れていて、ぐったりしていて、それが態度の悪さに見えてしまったっていうこともおそらくなくはないと思うんですね。売れてからは特にそうですが、あなたの一挙手一動に注目が集まります。そしてそれを評価されます。なので、その時たまたま疲れていたとしても、あまりにも雑な態度をとっていると、この人売れたからって態度でかくなった。なんか失礼になったな。と、一方的に思われて、評価を落としかねないと思います。もしね、これを見ている人の中で、自分はちょっと売れ始めたぞってね、思える段階にある人は、ぜひ改めて、兜の尾を締めてですね、紳士的な行動を心がけるように意識してみてはいかがでしょうか。はい。といったところでいかがだったでしょうか。今回は、干される絵師5つの特徴というテーマでお送りしてきました。干されるっていうことは、すでに仕事をしているっていうことなので、これはね、ある程度、イラストレーターとして活動できている人の問題です。もしね、これを見ている人の中で、それも大事なんだけど、自分はイラストレーターにまずなりたいんだよ。まずはそこを目指している段階なんだ。だからもっと手前のイラストレーターへのなり方のことを教えてくれよっていう人も多いかもしれません。そんな人にはこちらの動画、大学専門学校有名
イラストレーターになれる道はどっちがおすすめです。17歳の質問者の方に答えながら、イラストレーターを目指すには大学がいいのか、専門学校が有利なのか、具体的な事例に触れながらお話ししています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。